テキラドネチョンです。今回はナビ VS チームディアブロというクランですね。ライブで撮影していきたいと思います。誰がいないんで、星さんかな？星さんがいない感じですかね。対戦相手はちょっと名前だけじゃわからないクラン、見たことない名前が多いかな。はい。さっきね、ちょろっと見たら高校っぽいんで、はい。対戦のね、アタックのところまで飛ばしていきたいと思います。早速やっていきましょう。さあ、対戦相手からクイヒーディガホグですね。10日弊社がね、やっぱ、強化入ったってことで、10日弊社を使う形。ホグもそうか。新レベルのホグが来た形ですね。で、ベビードラサイドカット。タウンホール目指すっぽいクイヒーになりそうですかね。お、オールブレイカー。あ、なるほど。拡張を狙ったんだけど、全然違う方飛んでってしまいましたって感じかな。でもう一回ウォールブレイカー走らせていくんですけど、これは、まあ、悪くないとこ空いたかなって感じ。ここはスーパーバーバリアンもサイドカットとして使っていきます。で、ホグを使って援軍釣り出しを、結果的には、対地クロスはそこそこ無視する形にはなりますが、タウンホールは打てるような角度で入っていきつつ、おー、偉い。トルネード解除しましたね、スーパーバーバリアン。そこフリーズ打って、アイゴレより先にタウンホール破壊しに行く判断。なんとこれはアイゴレに捕まる前に落としきることに成功。その上でインビジブルタワーの方も解除ができてとめちゃめちゃ美味しいですね。からのキングトーカー弊社セットしてディガホグ、ここはレイジジェム型ですね。おお、バネエラ。だいぶ吹っ飛んでいく。アイゴレ対策か、なんか、そういう類のものかもしれないですね。さあ、ディガホグの方も綺麗にウォーデンの輪っか内に入りつつ、そろそろトーム打ちたいところかな。レイジトーム。さあ、クイーンの方はこれはクロークとインビジブル被っていきます。中心部入ってインフェルノタワーもう新レベル入ってますね。バンストさせていく。投石機はね、やっぱ61天才が71天才になるので、優先度は高いんですけど、インフェルノね、変わらないので、後回しに僕とかもしてるんですけど、上げる順からすると、投石機能がいいかなっていうところ。さあ、ここは、ロイヤルチャンピオンは今、ホグそうだよね。ホグ生み出した上に、ロイヤルチャンピオン、あれですね、ヘイスト薬までついて、で、ブーメランがない形ですね。両方新セットを使っていった形ですが、これは防衛施設は全て壊しきれそうですね。さあ、ペッカも2体いるので1体ここまで頑張ってキープしてくれている。さあ、ロイヤルチャンピオン追いついてクイヒーの方も落とされることなく全開スタートということで、ディガホグはシンプルに強化要素多いっすね。10日弊社が強化された上にホグそのものもね、強化されてるっていうところ。あとはロイヤルチャンピオンに能力が、ギアがね、選択肢生まれたところですかね。さあ、ライドラッシュ。ボーラー3体、ここは、対空砲をボーラーで狙いつつ、隣のね、施設も狙っていくというところ、しっかりここは対空砲を落としつつ、ウィズ島も壊したかったところなんですが、壊すことはできず、テスラまで折り切りにバルーンでいきます。雑にね、ライドラとカーンと出していくわけではなく、綺麗にサイドカット等々をやってから、一応ボーラーも新レベルですね。さあ、ウィズ島まで切れず。さあ、ここからボマー入れていって、スケルトンそこ置く。なるほど、クイーンを外周部歩かせるんですね、タゲ取らせて。で、トームも少し温存気味に入っていって、ライドラの選択ですか。そっか、ライドラもね、HP が上がってるっていう形か。ライドラ2エージャンってなったのかな、試した結果。さあ、ここはトルネードの方がタウン前起動中、フリーズかけつつスーパードラゴンがタウンホールはこれ触れる形になっていく。取れるんならスーパードラゴンにお願いしたいというところでそのまま落とし切らせに行きますね。タウンホールを落とすことに成功。さあ、中心モノリスのところだけちょっと手間取ってるんですけど、しっかりここはライドラのチェインが入りまして落とし切る。で、12時ロイヤルチャンピオン使ってますね。内側の削りとしてはちょっとまだまだ。でも削れたっちゃけど、おでんぞまでいったらない。ヒーラー出てくる。クローク使ったらヒーラー出てくる。そうだった。ピーカスのクイーンやヒーラーを生み出すんだね。これ強いよね。ラッシュ系とかスーサイドの時のヒーラー生み出しも強いし、ライドラが強いな。さあ、ここからホグライダー生み出していって、ロイヤルチャンピオン消えつつ、これロイちゃんしかもあれだね。両方死んだね、こっちも。ロイヤルチャンピオン足早い。レベルの方は16、16ということで、だいぶ上げてんね。
タイムの方も意識したのかな、もしかすると。1分51秒。対戦相手、スパーチャかな。弱体化の入ったものの組み合わせですね。さあ、ここはフリーズをかけて突撃艦飛ばしていきます。ここで落としていく。レイジクローンかけてスーパーチャーですね。しっかり落としていって。まあ、この編成をね、まあ、要は弱体化するようなアップデートが入りましたね。スーパーバーバリアンの HP も落ちてるし、ルートライダーの方もね、HP が弱体化入った上にスーパーチャーも弱体化入ってましたよね。ちょっと削りとしては、マルチ IT ぐらいは削りたかったかなというところですが、まあそんなに影響はないかな。モーデン残せてるのもプラスなポイントかなというところで、まあアイゴレをヒーローで処理させることができるのは防衛側からするといいところかなとは思います。まあ、結構ね、スーパーバーバリアン編成だったらアイゴレを別で釣り出してスーパーバーバリアンで処理するとかいうやり方もね、最近だとあるので、最近というか最近そっちのが主流になってたりするんですけど、まあアイゴレの処理をさせたことでね、時間の方もね、かなり使わせたところ、まあ全開同士になった時は、おお、ヒーラー早めに展開していく。おお、トームも使っていく。まあこれもヒーラー生み出すためだけのクイーンのクロークですね、これはね。クロークなんて全然いらないところで打っていったので、ヒーラーをね、本体につけて進めていくというやり方。まあ最近、野良戦ね、5V5 ね、鉱石のために僕も回してるんですけど、まあ結果結構ね、こういう使い方してくる人を、まあ一定数いるっすね。いや、強いな。まあこの、突アチャからのヒーラーを生み出すためのクロークを最速で打ってヒーラーをルートライダーとキングにつけて進めていくみたいなやり方。実際これだいぶ強いっすね。残り時間も1分ぐらいある上で。まあ、スーパーバーバリアね、まあ HP は弱体化したとはいえ、まあ HP 任せみたいなプレイはそんなにはしないんでね、スーパーバーバリアン使うときにシンプルに初手のね、火力の高さっていうところを活かして進めていくことが多いですよね。いやー、強いっすね。相手も2連全開で進めていきます。まあ、タイムだけ考えるとね、ライドラッシュ優秀ですね。1分51秒ということで、大幅なリードを取りつつですが、まあ、それでも相手もしっかり食らいついていく2分36秒。さあ、ジーマ、これもだいぶ速度が出そうな編成ですね。スーパードラゴン編成。スーパードラゴンもね、強化が入りましたね。豪華兵舎最速セット。これはスーパーバーバリアンで両サイドをカットして、まあ、キングクイーンを動かしつつ、真ん中スーパードラゴンですよね。まあ、タウンホール側から入るんですね。なるほど、なるほど。まあ、これはヒーリングトームとかでタウンホールを封殺していきたいみたいな狙いもあるのかな。タウンホール側にモノリスだったり、ここ、マルチアーチャータワーとかもあるので、ドラゴンからすると、ヒーリングトームですね。処理したいものが結構手前にあるからっていうところもあるかもしれないですね。さあ、クイーンの方を延命するためのフリーズ打ちつつ、豪華兵舎から出てきたペッカがロイヤルチャンピオンに襲いかかってますね。フリーズかけても、あとはもう呪文は全部打ち切ったのでヒーローで伸ばしていくしかありませんが、スーパードラゴンしっかり真ん中まで届いていく。相手もしっかりマルチ IT レベル上がってますね。いやー、スーパードラゴン貫通えぐいな。時間まだ1分56秒残ってますよ。さあ、ロイヤルチャンピオンもここ残ってて、もう能力解放して、異次元のタイムだな、これは。やばすぎる。さあ、タイムの方は1分16秒。さあ、対戦相手、クイヒーかオデヒーのルートライダー編成ですね。さあ、まずはバルーン、ロケバルまで使っていくとなると、突撃艦でも通すつもりなのかな、そのロケバルは。ボーラーカットそこに入れんの？謎ボーラー。さあ、ここはロケバル入ってタウンホール突撃艦ですね、やはり。シングルインフェルノ第1クロスとかもね、一緒に狙えるような角度かなっていうところで、この突撃艦入れてきましたが、これはいい突撃艦になりそうですね。シングル IT、タウンホール、クロスボウとかなり綺麗に追っていって、ストライカーの補助タイミングも完璧綺麗に入って、内が入れていきます。
さあ、ここからキングを流しつつ、ルートライダーをディガホグかのようにこの一列進めていく。絶対間違えたでしょ、それ。ガゴとルートライダー間違えましたね、これはね。さあ、クイーンは黒くかぶさってしまう。美味しいね、防衛柄からすると。さあ、そろそろ、そうですね、トームも意識してストライカー混ぜつつ、一気のレイジトームを入れていきます。ヒーリングトームとレイジジェムの違いとしてね、ヒーリングトームの方は HP をある程度落としたところからトーム入れても回復の手段があるけど、レイジジェムの方はね、回復の手段がないので、ある程度 HP が減らされる前に入れていく必要もあるっていうところで、ここはいいレイジトームになりましたかね。で、クイーンの方は、一応モノリスの方は突破できたんですが、インビジブル打ちつつ、ここも若干呪文かぶったところではあるので、ギリギリのシーンになってきたら、防衛できるかもしれない要素の一つにはなりますね。さあ、ロイヤルチャンピオンの方がここは何をつけてるんだい？従来のやつですね。いつも通りのやつなので、ここから伸ばす術は特になさそうですね。ブーメランぶっ飛ばして、ヒーラーが伸ばす術になる？ヒーラーはちょっと強い、それ。そのヒーラースライドちょっと強いな。一応能力は使い切ってはいるとはいえ、対空砲までおられるとバルーンとベビドラで回収もできちゃうし、クイーンじゃないや、キングの方もまだ能力残ってますからね。ここは落ち着いてゆっくりやっていいところ。ウォールブレーカー早まったな、それは。さあ、キングはこれ、対地クロスのタゲ取りたいっていう意味合いだと思います。ロイちゃんじゃなくて、キングの方でタゲ取りたいって意味合いだったと思うんですけど、結果的にヒーラーがついてくれてるんでね、対地のみの1タゲだったらロイちゃんだけでも受け終えるというところで、これは完封できそうですね。ロイヤルチャンピオン。せっかくね、クロスボウターゲット取ってくれたんですけど、ヒーラーが強いな。落としきられてナイス全開。さあ、カズマくん。シンプルに時間の方はね、1分1分差があるんですね。1分差があるんで、もう、パーフェクトだけ目指して、丁寧にやっていけばいいのかなと思います。バルーンがかなり多いスーパーボーラー編成ですね。コウモリ地か。よっしゃ。逆サイドは、イエティだけ置いてる感じで、シューター隣り合わせ。バルーン多いな。どういう使い方するんですかね。通常オールブレーカーで穴開けを両サイド入れてて、キングを多分上に入れてくんじゃないかなと思いますね。そうなると。テスラチェックも通しつつ、シューターのためのルートも綺麗にできましたね。迫撃まで切りたいんだけど、なかなか障害物が多い。そこまでやったら、戻れウォーデンですね。来ました。で、アイゴレ先頭にスーパーボーラー。この辺はね、エレクトロタイタン編成とかと割と近いところがあるんですけど、スーパーボーラーもボーラーがね、新レベル上がったってことで、強化が入ったということで、スーパーボーラーの対応になったのかなと思いますが、さあ、援軍の方出てきて、ここで一気のトーム。結構ばらけてしまうタイミングでもあったので、スーパーボー、ロイちゃんをモノリスオーリに行かせるんですね。なるほど。タウンホール結構近いところなんですけど、一瞬で折れていく。そう、このポイズン受ける可能性がロイちゃんに生まれてしまうのがちょっと嫌な出し方なんですけど、これはかわせてるかな。さあ、キングの方で穴開けした12時の部分しっかり突破しつつ、なるほどね。コウモリバルーンで12時が落とせるやん。だからってことか。なるほど、なるほど。中身もロケバル合わせてコウモリ使ってラバ代わりみたいな感じで、あとはバルーンで落とせるだけの防衛施設になってるでしょってことか。確かにね。で、フリーズもまだ3発残っていると。うまいね。さあ、ロイヤルチャンピオンは今まで通り。カズマくんあんまりファーミングとかこの辺早いイメージはないんで、変わらずってとこですが、これも余裕の全開が指す。クイヒーのスーパードラゴンリターン型ですね。12時クイヒーを着つつ、対空だけ拾うのか、タウンホールまで行くのかみたいな。タウンホールまでワンチャン行くかもな、これ。何時切ってるんだったら。タウンホール突撃艦で取るのか。
うん、タウンホール削りたい雰囲気のある、あれだなと思って見たんだけど。はい、おお。落とし切って、スニゴブバルーンでタウンホールとして、そうなるとそうだね。3時せっかくサイドカットしたので、クイーンをこっちに持っていきつつ、スケルトンを置いてからのここはスーパードラゴン展開。スーパードラゴン強化入ってるっていうところもね、使いやすくなった。ドラゴン系がやっぱ増えましたね。時間を結構意識しなきゃいけないっていう環境下でドラゴン強化だと、使用率は確かに増えそうだよね。で、今までの結構傾向的にも、防衛援軍も少し変わりそうでね。アイゴレがやっぱり、ルートライダーラッシュに対して強かったりみたいなので対策でね入れられることが多かったんだけど、ドラゴンの使用率が増えればまた防衛援軍も変わってくる可能性がありそうですね。スーパーガーゴイルとかもね、新レベルが出たことでまた積極的に使うね理由の一つにはなるだろうし。いやー、スーパードラゴン強いなー。強いよねー。シンプルに16になってから15のからのね、上げ幅で考えた時も普通にスーパードラゴン強くねって思ったところの一つだったし、この状況でもう 70% 超えてるところでロイヤルチャンピオンまだ手元に残ってる状況としてはもう全開確定だもんな、こんなん。ロイちゃん一人で飛んでかかってる。しかもヒーラーがロイちゃんの方にスライドして巨爆も搭載。フリーズも2発残ってたので1発をキングのために打ちつつ、もう一発残ってるので、ここフリーズ打って、キングクイーン、ロイヤルチャンピオンのみで回収を目指していくっていう形ですね。ロイヤルチャンピオンの方は、特にギアは変わらず、ロイヤルチャンピオン、ここはブーメラン、そろそろ意識したいところ。しっかり待つのかな。打たない。さあ、ここでブーメランかけていって、GG。いや、相手も強いですね。僕ね、全然知らないクランなんですけど。強いな。相手のもう時間じゃ勝てないんでね、前回相手もね、パーフェクトプランでいくしかないですね。さあ、ガク。ピーカスの加入によって結構ガクのね、攻める番手みたいなところも多少変わったりしたりするところもあれなのかもしれないですね。さあ、ここは珍しいですね。スケルトンインビジブル。真ん中大きく確かにバックアード取れそうなところ、クラン上、マルチ IT、第1クロス、マルチ IT、モノリスまでお釣りで取れて、クロス反対サイドまでワンチャン上振れそうだったけど、そこまでは伸びず、ただイーグル砲にちょっとお釣りが出てますね。レイジターの解除まで行っていく。さあ、ここゴーレム展開してキングをタウンホール目指す流れかな。いや、このレイジターの事前解除もこっちスーサイドするなら美味しいな。ジャイアントからのアイゴレバネで飛んでいく。ちょっと嫌ですね、これは。クイーンの方は黒臭いて、投石まで目指してるプランだったと思うんですけど、ここはちょっとうまくいかなそうかな。ロイヤルチャンピオンの補助も入れていきます。いやー、クイーン捕まっちゃったね、完全に。で、ここはタウンホールまでは一応ね、キングで目指してたプランしっかり落としきることができそう。ロイヤルチャンピオンの方を能力使ってここはヘイストしている。ヘイスト。ヘイスト。強いね。スーサイド系はこのヘイスト強いね。で、一気のバルーンストライカートームを刺していきます。アイスラバがプカプカしていく。さあ、ここから残ったところにバルーンを振り分けていっての全開になりそうですね、これも。初手のアドバンテージがエグすぎるね。ゲイン部でもまず崩壊させて、クイーンの方はそんなに見込めた量はスーサイドできてないんですけど、ロイヤルチャンピオンでサポートして。ヘイスト強いな。ヘイストグスにも今強かったね。さあ、とどめのフリーズ。これも時間早いですね。1分ぐらい余った状況。余裕の全開になりそうです。強い。一応ガーゴイルも新レベルが出たことで回収力もね、ややアップと。とか、金山とかが上がってるからか。さあ、対戦相手はスターアタック時間じゃ勝てないんでね。相手からすると全開取って最後 99% とか以下でね、防衛が欲しいというような展開ですかね。71天才のロケバル3体、バルーンのみで、ラバはいないですね。ドラゴンライダーも3体という編成です。7になってるので、投石機とか、イーグル真ん中が多いかな。真ん中ですね。
で、ウィザードを置いて、クイーンとなり置いて、ホールブレイカ1枚。アンホールロイ、お、突撃艦で見そうだな、この雰囲気。さあ、アイゴレはここは通せず。うん。ストライカーもアイスフローズンアローも両方機能しまして。はい。アイゴレはやや不発気味ではありますが。で、クイーンクロークからのキング6時展開からのもう一回アイゴレで、タイチクロスのタゲをそうですね、アイゴレに進めたいという流れで、ここクイーン合流。うまいスーサイドですね。反対サイド、大砲カットのバルーン出したら、新レベルテスラが現れて、早いね。テスラまでしっかりレベル上がっていく。キングフィスト使いつつ、ストライカー合わせて、キング処理を早めつつ、マルチアーチャーターが吹き飛びました。ああ。で、ロイヤルチャンピオンつなげて出して、ここはフリーズまで使ってシングル IT のターゲットをキングから剥がすことでキングにもうちょいタンクしてもらおうというところ。天才ラバルでね、ヒーローパートに結構フリーズ使うのね、怖いんですけど、しっかり打っていきましたね。で、ここは一気の初手トーム、タウンホールまで合わせつつ、そうだね、インビジブターがあるので、ここはレイジフリーズ、最後の呪文を一気に落としきっていく。まあ、アイスゴーレムが援軍で入ってることも多かったりするので、こういうやり方してもね、援軍残ってもそんなに苦しくないって形かな。さあ、ドラゴンライダーがここから合わさってサンジロイちゃんと合流。まだロケバル3体手元にあるんだけど、これ何用で持ってきてたんだろう。対空砲とか残るプランだったのかな。いや、強いね。対戦相手もこれは15点だ。さあ、ロケバルも真ん中届きつつ、ドラゴンライダー死なないですね。ナイス全開。ガーサスだ。いやー、強いな。15点軽率に取っていく。そんな簡単に15点取れるんですか？さあ、ラストアタック。まあ、シンプルですね。前回を取れば時間で負けることはもうないぐらいのね、差がついてるので、8と。まあ、それ以外なら負けというようなラストアタック。スケイングにジャンプ入れた形なのかな、これは。ホグですね。新レベルホグっていうところと、ルートライダーも2体だけ入ってるんだけど、ロイちゃん別使いとかですんのかな？それかヒーローパートに混ぜるかみたいなところだと思うんですけど、えぐい速度で落ちてったね、これもね。フランジョとモノリスのところ、とんでもない速度で2枚呪文が落ちていきつつ、フランジョ成功。モノリスの方もこれは、落としきれましたね。タウン起動はしてしまう。なるほど。シューターで見てんのか。だったらむしろ、起動したのは良かったかもしれない。まあ多分、クエイクでね、タウンホール起動するようなイメージで持ってきてるものだと思うんですけど、で、ここはキング使っていって、通路同士かな？オーデンまで入れていく。なるほど。サイドの施設、マルチアーチャータワーとかも見たい意味で、ここは、1枚目のルートライダー登場ですかね。サイドカットも行いつつ、ジャンプをここに入れていく。なるほど。まあ、本来もしかしたら違う使い方だったかもしれませんが、キングにウォーデン引っ張られて、ちゃんとウォーデンの能力が一応まだ両方つくようなタイミングに保たれている。さあ、ここでトーム入れてきました。ロイヤルチャンピオンを混ぜてって、まあ、スーサイドヒーローに、ホグを混ぜていくみたいな編成ですかね。さあ、フローズンアローのおかげでクロスボウに投げられてるクイーンの方は保たれつつ、カードテスラスクジに置かれていって、クローク真ん中しっかり落としてって、クエイク揺らしつつ、フリーズまでかけて、ロイヤルチャンピオン真ん中貫通、まだホグが手元に十数体残ってますね。さあ、9時のテスラにもしっかり対応しつつ、サージカルホグをどんどん付け足していきます。タウンホールの処理がしっかりシューターでできれば、ここでできて、怖い防衛施設はもう一つも残ってないですね。まだ手元にホグが残っていく。もうサージカルホグですね。さあ、ロイヤルチャンピオンの方は、なるほど。HP 回復と、ヘイストなので、ここで速くなってますね。
ブーメランはないという形でしたが、ナイス旋回。はい、というわけでね、終わりました。15対15の引き分けということなんですけども、平均タイムの方がね、ナビの方が早いので、勝利になります。タイムえぐいね。平均タイムが1分台とかやばすぎるな。いつの時代のクラクラですかっていう。すごいな。途中のね、ジーマの1分16秒とかだったかな。あれがエグすぎたね。インパクトのある全開でしたね。東海弊社もね、ペッカが2体出るようになってから使用率もなんか目に見えて上がってそうな雰囲気は感じますし、ドラゴン系の編成もね、こういったナビとかのメンバーでも使うようになって、スーパーボーラーも新レベル出てとか、まあ手探りでまだ試したいみたいなところもあるかもしれないけど、まあ新しい環境っぽいなーっていうような対戦でしたね。はい。というわけでね、本日はこんな感じで終わりたいと思います。チャンネル登録、高評価お願いします。また次の動画でお会いしましょう。さよなら。